どうも皆さんこんにちは。前回のポートレート撮影の動画ご覧いただきましたでしょうか。今日はねそれの補足とか、あと使った機材の話とか、撮影の時のこととかね、前回の動画の中で言ってなかったこととかを話していこうと思います。まずは今回使った機材について、紹介する製品のリンクは概要欄に書いておきます。今回ねメインで使用感を試してみたかったのが Godox の AD300 Pro。前に日中の屋外で AD100 Pro を使ったらパワーが物足りなくて、もうちょっと大きいのが欲しいなと思ってこれ買ってみました。ちなみに AD100 Pro が 100W、AD300 Pro は 300W です。Godox のこの AD Pro シリーズ、この他にも200とか400とか、その他もっとハイパワーなものもあります。でこの300は Amazon プライムデーセールの時だったんですけど 30% 引きぐらいだったかな。それぐらいの割引率で買えてよかったです。次これぐらいの割引率狙えるのはブラックフライデーセールかなと思います。一応300より大きいものも考えたのは考えたんですけど、この300がサイズ的にもパワー的にもバランスがいいとのことで、今回はこれを買ってみました。大きさ重さも片手で持てる大きさですし、充電電池式なので室内でも屋外でもどこでも使えるっていうのがいいです。今回は太陽真上のカンカン照りで試したわけではないので、そういうケースでこの300がどうなのかっていうのはちょっとまだわからないですけど、今回みたいなセッティングの場合 300W で十分お釣りが来るっていう感じで十分でした。で次使ったソフトボックスについて、前回の動画の中でも言ったんですけど、撮影の時アンブレラも持って行ったんですよ。アンブレラとソフトボックスと両方を現地で使って光の感じの違いを見てからどっちを使うか決めようって思ってたんですけど、現地行ったら想像以上の強風だったので、アンブレラは骨が裏返ったり飛ばされそうな感じがしたのでテストもしなかったです。で使用したソフトボックスはラオファス90センチディープパラボラタイプです。ソフトボックスの深さがあるタイプのものです。付属のディフューザーが2枚あるんですけど、こんな感じで中のディフューザーの中央部は二重になってます。今回撮影では2枚とも使用しました。今回の写真見てみてね、光の質感も良かったんじゃないかなと思いました。あとねグリッドもついてきます。この製品いいと思うのが、広げるのも畳むのも簡単なところです。それからこのサイズにしてはやや軽めだと思います。あと取り付けはボーエンズマウントなのでいろんな機材に取り付けることができます。で AD300 Pro にはボーエンズマウントブラケットを取り付けて接続してます。これがあれば今のところ私が持っているストロボすべてにボーエンズマウントアクセサリーをつけることができるので、このブラケットすごく重宝しています。この間1個買い足して今2個持ってます。じゃあ次カメラとレンズについて、まずソニー α7 III レンズが 24mm105mm です。あと富士フィルム XT3 レンズが 18mm55mm です。今回2つともズームレンズ持っていったんですけど、メインの仕様は広角側でたまに望遠側も使ったっていう感じです。それから ND フィルター、これは前から何回か動画でも紹介している可変 ND です。これを α7 III の方で撮影の前半で使ってました。で後半は外しました。あと現場には90センチのレフ板と小さいストロボ Godox TT350 も持って行ってて、影の入り方を調節したいと思ってたんですけど、これも強風で諦めました。レフ板も小さいストロボもそれぞれのためのスタンドを持って行ってたんですけど、これもやっぱり誰か押さえておいてくれる人がいないとすぐに風で倒れてしまいそうだったので、結局使えずじまいでした。現地行く前から海辺の撮影なので風が強いっていうのは分かってたので、ウェイトも多めに持っていったつもりだったんですけど、全然足りなかったです。私の場合動画も撮るので動画カメラ用のウェイトも必要なんですよ。ウェイトだけでもこんなに持ってかなきゃいけないのかっていう量持っていったつもりだったんですけど、現地ではね全然足りなかったっていう悲しい感じです。風が強い時とかそういう場所ではストロボ、レフ板、それぞれに人間1人必要っていう感じですね。次撮影についてです。
今回狙ってたイメージは広角で夕方の空の表情、空の色だったり雲の流れだったりを背景に入れたかったっていうのと、その空の明るさとモデルの明るさのバランスを好みに設定っていうので、思っていた通りなものが撮れたと思います。で、モデルさんに事前に衣装をリクエストしておいたんですけど、白いロングワンピースを着てきてくださいって言ったわけではないです。これこういう洋服はやめてくださいっていうリクエストだけ前もっていくつかしておきました。まず一つ目が、夕方空の色がオレンジ色になるので、オレンジ色系の洋服だと背景とブレンドしてしまう可能性が高いのでやめてくださいって言いました。あと少し暗くなってきたら紺色とか黒の無地とかも面白くないかなと思うので、それもやめてくださいって言いました。以上が今回のシチュエーションでのリクエストだったんですけど、あともう一つ私が毎回モデルさんにリクエストすることがあります。それが、ハイネックとかタートルネックとか首が思いっきり詰まっている洋服はやめてくださいです。このリクエストは今回に限らず誰にでもお願いするんですけど、首が詰まっている洋服は写真だとどうしても顔、頭を大きく見せてしまいがちなので避けてもらってます。洋服がメインの撮影の場合ならね、そんなこと言ってられないんですけど、好きなものを着ていいよっていう時にわざわざ難しいハイネックを選ばなくてもいいかなと思います。で、そんなリクエストの中、たまたま着てきてもらった白いブカッとしたワンピース、ちょうどね風になびいてライトの当たっているところ、影になっているところが分かりやすくて立体感が出つつ動きも出てよかったと思います。で、風がね四方から吹きまくって髪の毛が全部顔に覆いかぶさってきちゃうので、今回ほぼほぼ髪の毛を押さえているポーズばっかりです。で、カメラの設定なんですけど、もちろん全部同じっていうわけじゃないですけど、だいたい F8 前後、シャッタースピード250分の1、 ISO が100から200ぐらいで撮ったものがほとんどです。で、現像編集について、これはライトルームとフォトショップ両方使ってます。だいたいイメージ全体の編集はライトルームで、肌のレタッチはやったかやってないかぐらいの細かくやりたいのでフォトショップでやってます。フォトショップとかルミナーネオにはオートでやってくれるスキンレタッチ機能あるんですけど、オート使うとね、多かれ少なかれ肌本来のキメが失われて偽造感ありありって感じのなんかうさんくさい感じになるので、私はあんまり好きじゃないので使わないです。というわけでポートレート撮影をするようになってから自然な肌レタッチを目指してフォトショップのね学習時間が増えました。細かく一つ一つ修正していくので時間はかかるんですけど、めちゃめちゃ自然に仕上がるし、結果的に協力してくれたモデルさんにも喜んでいただけるので、細かい作業が好きな方はねフォトショップで一つ一つ直していくのをおすすめします。あとフォトショップ、肌の補正以外でも映り込みとか邪魔なものとかを背景になじませつつ自然に取り去ってくれるので便利です。ちょっとここでサンプルとしてこの写真の中の映り込みと邪魔なものを消してみました。撮影の時点でいらないものはフレーム内に入らないように気をつけるのが一番なんですけど、どうしてもねそこにあるものを動かせないっていう場合、後から綺麗に取り除けるのは便利ですよね。フォトショップ本当奥が深いのでもっと練習して上手くなりたいです。ということで今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。